こんにちは、さゆりです。皆さんお元気ですか？突然ですが、皆さんは日本のお店やレストランの店員さんに対してどんなイメージがありますか？日本はおもてなしの国というイメージがありますか？おもてなしというのはお客さんにとても親切で丁寧だということです。日本ではお店やレストランに行くと親切で丁寧なサービスが受けられると思っている人が多いのではないのでしょうか。でも最近その日本のサービス文化にとても大きな変化が起きています。今日のニュースは今話題の言葉、カスハラです。2025年4月、今年の4月から東京都で新しいルールが作られました。これは日本で働く人、そしてこれから日本で働きたいと思っている外国人の方にとってもとても大切なニュースです。では、はじめにニュースを聞いてみましょ東京都は客が店員に対して理不尽な要求や迷惑行為をするカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラを防止するための条例を成立させました。これは全国で初めてのルールで2025年4月から施行されています。近年、客からの暴言や土下座の強要などによって働く人が精神的に追い詰められるケースが深刻な社会問題になっています。この条例により、企業は従業員を守るための対策を取ることが義務付けられます。これを受けて、多くの日本企業もお客様は神様という従来の方針を見直し始めています。皆さん、ニュースの内容がわかりましたか？それでは内容をゆっくり確認しましょう。まず一番のキーワードはカスハラです。これはカスタマー、お客さんとハラスメント、嫌がらせを合わせた言葉です。カスタマーハラスメントを短く言うとカスハラになります。ニュースでは東京都が条例を成立させたと言っていました。条例というのはルールのことですが、国が決める法律とは少し違います。東京都や大阪府など、その町や県だけで守るルールのことです。今回は東京都の条例ですから東京のルールです。今まで日本にはお店で働く人を悪いお客さんから守るための法律がはっきりとありませんでした。そして条例を成立させましたとニュースで言っていましたが、成立するという言葉を知っていますか？これは話し合いが終わって、そのルールや計画が正式に決まるということです。条例が成立したというのは、条例が正式に完成したという意味です。でも最近はお客さんの態度がひどくなっていて、例えば店員に死ねとかバカとかひどい言葉を言う。自分のミスなのに商品を交換しろ、お金を返せと無理なことを言う。店員の写真を勝手に撮って SNS に載せて悪口を書く。こういうことが増えてしまいました。店員に対して言うひどい言葉のことを暴言と言います。自分のミスなのに商品を交換しろ、お金を返せなど無理なことを言う。このようなことを理不尽な強要ということができます。
理不尽というのは理由がなくて納得できないことです。自分は悪くないのに相手が怒っている時など理不尽だなと感じます。強要は相手が嫌がっているのに無理やり何かをさせることです。ニュースに出てきた土下座の強要というのは、地面に膝をついて謝れと無理やり命令することです。このような暴言や理不尽な強要のせいで、働く人が病気になったり、仕事を辞めたりしています。ニュースの中では、働く人が精神的に追い詰められるケースが深刻な社会問題になっていると言っていました。追い詰められるという言葉は少し難しい言葉ですね。追うは追いかける、チェイスのこと。詰めるはスペースをなくすことです。つまり逃げる場所がなくなるまで追いかけられてどうにもできなくなることです。ニュースの精神的に追い詰められるというのは心がとても苦しくて、もう逃げ道がないと感じてしまうとても辛い状態のことです。このようなことが深刻な社会問題になっています。深刻とは問題がとても大きくて危ない状態のことです。深刻な問題や深刻な悩みのように使います。軽く考えてはいけないシリアスな状態です。そこで東京都は働く人を守るために悪いことはダメですと言えるルールを作りましょうと決めたのです。これが今年の4月からスタートしました。東京都は従業員、働く人を守ることを義務付けています。義務付けるというのは絶対にやらなければならないと決めることです。義務は英語で duty です。やりたい人がやるのではなくて、必ず全員やってくださいという強いルールです。ニュースの最後にお客様は神様という言葉がありましたが、これを聞いたことがありますか？日本では昔から演歌歌手の言葉がきっかけで、お客様は神様ですという言葉が有名になりました。これは神様のように大切にお迎えしようという意味だったのですが、いつの間にか客は何をしてもいい、客は一番偉いと勘違いする人が増えてしまいました。でも日本の会社はこの従来の方針を見直し始めています。従来というのは今までのやり方や昔からずっとという意味です。方針はこれからどう進むかという方向や計画のことです。この従来の方針を見直しています。見直すというのはもう一度見て悪いところがあれば変えることです。従来の方針を見直すというのは昔からのやり方をやめて新しいやり方に変えるという意味ですね。さて、ニュースの内容はよくわかりましたか？それでは初めに聞いたニュースをもう一度聞いてみましょう。東京都は客が店員に対して理不尽な要求や迷惑行為をするカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラを防止するための条例を成立させました。これは全国で初めてのルールで2025年4月から施行されています。近年、客からの暴言や土下座の強要などによって働く人が精神的に追い詰められるケースが
深刻な社会問題になっています。この条例により、企業は従業員を守るための対策を取ることが義務付けられます。これを受けて、多くの日本企業も、お客様は神様という従来の方針を見直し始めています。2回目は1回目よりもよくわかりましたか？それでは最後に今日紹介したニュースの言葉をもう一度復習しましょう。3つのグループに分けて説明しますね。1つ目のグループは新しいルールについての言葉です。条例、条例。これはルールのことですが、国が決める法律とは少し違います。東京都や大阪府など、その町や県だけで守るルールのことです。防止する、防止する。悪いことが起きないように前もって止めることです。事故を防止する、トラブルを防止するのように使います。成立する、成立する。話し合いが終わってそのルールや計画が正式に決まることです。条例が成立したというのは、条例が正式に完成したという意味です。義務づける、義務づける。絶対にやらなければいけないと決めることです。義務は英語で duty です。全員必ずやってくださいという強いルールです。次は変化についての言葉のグループです。従来、従来。今までのやり方や昔からずっとという意味です。従来の考え方と言ったら、昔からの古い考え方というニュアンスになります。方針、方針。これからどう進むかという方向や計画のことです。会社の方針を決めるというのは、これから会社をどうしていくかプランを決めるということです。見直す、見直す。もう一度見て悪いところがあれば変えることです。従来の方針を見直すというのは、昔からのやり方をやめて新しいやり方に変えるという意味です。次はお客さんの行動についての言葉のグループです。理不尽、理不尽。理由がなくて納得できないことです。自分が悪くないのに相手が怒っている時など、わがままで道理に合わないことを言います。暴言、暴言。人を傷つける乱暴な言葉、ひどい言葉のことです。殴ったり蹴ったりするのは暴力。言葉で攻撃するのは暴言です。強要、強要。相手が嫌がっているのに無理やり何かをさせることです。土下座の強要は無理やり謝れと命令することですね。追い詰められる、追い詰められる。追うは追いかける、チェイスのことです。詰めるはスペースをなくすことです。つまり、逃げる場所がなくなるまで追いかけられてどうにもできなくなることです。精神的に追い詰められるというのは心がとても苦しくて
もう逃げ道がないと感じてしまうとても辛い状態のことです。今回はたくさんの言葉を勉強しました。今、日本は人手不足です。働く人が足りません。店員さんがもうこんな店で働きたくないと辞めてしまったら、お店は困りますよね。だからお店側も神様よりも働く人、従業員を大切にするように変わってきました。皆さんがもし日本のコンビニやレストランでアルバイトをするとき、もし理不尽なお客さんが来たら我慢しなくていい時代になりつつあります。お客様は神様の時代は終わり始めています。今日は日本のサービスの変化とカスハラについて詳しく話しました。皆さんの国ではどうですか？お店で働く人はお客さんに対して強い立場ですか？それとも弱い立場ですか？また、お客様は神様のような言葉はありますか？日本の文化も時代に合わせて少しずつ変わっています。皆さんの国の文化はどうですか？ぜひコメントで教えてください。このポッドキャストのスクリプトは概要欄の URL から見ることができます。聞きながら内容を確認したい方はぜひ見てみてください。それでは今日はここで終わります。また次のポッドキャストでお会いしましょう。